皆様サワディークラップ、海軍兵総長の孫です。本日は2564年令和3年西暦2021年の9月某日でメンテ動画の第2弾ホーネットのエンジンオイル交換を紹介いたします。これは交換の数日前なんですが、和光ケミカルのガソリン添加剤フューエル1をガソリンタンクに投入しました。20から60リットルのガソリンにつき1本全部使えなので、満タン16リットルのホーネットには半分ほど入れました。この添加剤で落とした燃焼室の汚れは排ガスよりもエンジンオイルに拾われることが多いです。そのためエンジンオイル交換前に入れておくのがタイミングがいいんですよね。あとガソリンの長期保存にも向いています。雪国の方で、ガソリンタンクを満タンのまま冬眠させたい方はご使用をお勧めいたします。まずドレインボルトのワイヤリングを解除します。このボルトは頭に横穴が開いているんです。なおオイルフィルター側のワイヤリングは昨日のうちに切っていまして、もらいサビの出ていたステンレスのバンドをサビ落とし剤に漬け込んでいます。サビ落とし剤というのは昔親友のバイクに使った花坂 G タンククリーナーをポリタンクに入れて再利用し続けているものです。バイク乗りでしたら使ったことがなくても絶対聞いたことのあるサビ取り兼保護剤だと思います。あとポリタンクなんですけども、引っ越しのたんびに業者に中身を説明するのがめんどくさいです。ドレインボルトの頭は 14mm です。バイク自動車ですと多いんですけど、普通の産業機械関連では珍しいサイズですね。近いサイズでは 13mm とか 17mm になっちゃいます。あとフィエスタに使われているブレーキキャリパーのブリザーボルトもおかしなサイズで 9mm です。なんてやねん。古いエンジンオイルが出てきました。ここのドレインボルトの早抜き、運動神経の鈍い私ですがちょっと自信があります。黒くなるんだな。実はですね、前回のオイル交換調べたら7年前っぽいんですよね。違反報告で動画を消されても文句言えないですよ、これは。自分でも驚いてるんですけれども、使っているのがアッシュオイルというノンポリマーオイルでして、オイルスレッジが出なくて劣化もほとんどしない夢のようなオイルなんですね。バイクでも1万キロぐらいは全然使えます。インターネット日記を漁ると2016年頃に2年で5000キロ使った後に交換を試みたんですけれども、半透明の飴色の綺麗なオイルが出てきたんで、急いでドレインボルトを元に戻してオイルを補充した経緯があります。ですのでここでオイルがちゃんと薄い黒蜜色だったのには安心しました。それにしても7年間はやりすぎです。少なくとも1年に1回は交換して、1月に1回はオイルレベルのチェックをするべきです。ここは荒技ですけれども、一瞬セルモーターを回しています。レシプロエンジンやオイルの性質構造を知っている人なら全く問題がないことはわかると思います。多分1週間ぶりにエンジンをかけたりするよりも安全です。
オイルフィルターを外します。先日した通り、昨日ステンレスバンドを外してワイヤリングを解除しています。大きめのパイプブライヤーで緩めますが、その前にブラシやエアダスターで砂を除去すべきでした。うわ、砂噛んでる。エア使えばよかったな。大体思った通りのとこ行くな。良いエンジンオイルの目安として洗浄性能の高さがありますので、黒くなってしまうのは正常です。ただ中には安物の添加剤まみれのせいで洗浄をする前に自己劣化を起こして真っ黒に勝手になっていくオイルもあるのでご注意ください。またアッシュオイルを使用の際はオイル量のチェックを怠らないようにしてください。オイル消費量の多いエンジンの場合、最悪の場合オイル不足でエンジンが焼き付きます。上のなこいつらな。こっからしか入らんか。なんかあるな。穴あるわ。なんか2箇所穴開いてる。上にカバー状にして吹き飛ばすか。ここにはインアウトの2つ穴が開いていますので、砂が入ってしまわないようにペーパーを詰めてから清掃していきます。実際は砂がちょっと入ったくらいで壊れるエンジンもないんですけどね。エンジンの一番下のドレンパンの底にはちょっとヘドロみたいなのがありますので、それにくっついちゃいますし、オイルポンプで吸い込む前にメッシュフィルターがついていますし、普通はオイルポンプ内の歯車ですね、これの方が硬いですし、また、それを突破してもオイルフィルターがありますし、ただ気分が悪いのと軽量化のため避けれるなら異物は入れない方が絶対にいいです。かな。いい具合。ピャーピャー。ドレインボルトのアルミワッシャーは忘れていたんですけども、なぜか新品があったのでそれを使いました。またパーツクリーナーで、洗浄してますけども、これはただの洗浄というよりも、漏れとかにじみがあった時にすぐ分かりやすいようにしてます。アッシュオイルの PSE10W40 を使うことにしました。古いエンジンなんで 100% 化学合成よりもこういったオイルの方が向いてるかなと思いました。上に VSE というのもありますけども、これは下の4本がこれ使い差しも混じってるんで、足りなくなった時のための保険です。オイルフィルター交換時が 3.8 リットル、通常の交換時が 3.5 リットル使います。真ん中のなんか切り込みありますね。これが上限です。ワイヤリング施工後のチェック方法といたしまして、緩めようとしてみた時に、これ緩めようとしたらワイヤーに引っ張られて無理だわってなるのが正しいです。このドレーンボルトは9大点ですかね。
中に今すぐ詰め込んで君の前を遮る汚れた闇を切り裂く剣になるよ